ヤッホーズンだもん、おひさ。リリンなのだ。久しぶりなのだ。最後に会ったのいつだっけ？ KOF13 以来なのだ。そうだね。ずんだもんのブエニュなしゃがみ壊し対空を潰して気持ちよくなったの以来かな。僕だっててめえの節操のない虐待さばいてやったのを覚えてるのだ。記憶を捏造するのはやめるのだ。格闘ゲーマーあるある。格闘ゲーマーはプレイしているゲームが一緒の時は交流が深いが、その後に枝分かれして別々のゲームの道を進むのも珍しくない。しかし再び同じゲームをプレイすると再び道は重なり始める。その時に始めるのが格付けである。今どちらが強く発言の優先権を得られるのかの勝負が始まっているのである。なお本来は対戦によって決めるべきことであるのは言うまでもないだろう。リリンもスト6を始めたのだ。うん、流行りには乗らないともったいないからね。スト6でもずんだもんを分からせてあげないといけないし。上等だごら、僕の劉備曲で分からせてやるのだ。よろしくお願いいたします。アーミ、スト6持ってきてほしいのだ。久しぶりに会ったのだから、もうちょっと仲良くなさいな。そういうのは格付けが終わった後でやるのだ。改めて格付けするまでもないかもしれないけどね。仕方ない子たちですね。本当に。では、お気の済むまでどうぞ。ギエル、僕の必殺劉備曲をくらえ。残念でした。バレバレ劉備曲をまだまだ僕の画面端の柔道を。お前 JP への投げ重ねはもう発売して3ヶ月だよ。まだ学ばないの？クソがシステムメタじゃねえか。食らっちゃいけないの食らった。死なないよね。怖いぐらい残っているんだよ。無駄なあがきだ。塵とかせ。くわははははははは。クソキャラ。スト6、JP、クソキャラ。JP とか不快の塊だな。これ使って懺悔に文句ばっかり垂れてるプロさ。オーバードライブアムネジアがマジで害悪。正直言って JP は対戦してて1ミリも面白くないな。やはり JP はクソキャラ。最強の初心者キラーであり、オーバードライブアムネジアとかいうハイパーリターンの当て身技持ち。孫うことなきクソキャラ、古事記にもきっと書いてある。ずんだもん、そんなことして虚しくならない。きっとずんこが泣いてるよ。そんなことはね。僕の劉備曲をしゃがみ中 P で落とす JP は許さねえのだ。修正派よ。JP は JP で結構繊細な部分あるんだよ。やることやってから言おうよ。何年格闘ゲームをやってるの？うぜえ。じゃあお前が僕に JP を教えろください。リリンの説明を聞いた上で改めてクソキャラかどうか判断しようなのだ。しょうがないな。クソザコずんだもんのために JP を教えてあげようかな。感謝してよね。リリン、久しぶりにずんだもんに会えて嬉しいからといって、はしゃぎすぎないようにしてくださいね。そういうのやめてよ、アミ。オタクあるある。久しぶりに会えた仲間についツンデレ的な態度をとってしまう悲しいさがを持つ。それがオタク。リリンは格付けに分かったが、ずんだもんと久しぶりにゲームができて嬉しいのであった。だからやめてよ、そういうの。何はともあれよろしく頼むのだ。リリン的に JP ってどんなキャラなのだ？ JP を一言で表すのが本当に難しいんだけど、リリンちゃん風に言うと、やりたいことをねっとりがっつりやるキャラだよ。貝のままにわがままに相手にあざめちゃ押し付けるキャラだよ。戦っててそんな感じはするのだ。具体的にはどんな戦術を取るのだ？弾速が速くて中下段の概念がある飛び道具、トルバランで相手を牽制。地面から唐突に出すことができる飛び道具、トリグラフで相手の行動を抑制。時間差での攻撃が可能な設置技、リーハトで相手の行動を制限が可能。他にも相手のガードを崩す駒投げであるアブニマーチと各種強力な SA を使って高い火力を持ってプレッシャーを与えることができるキャラだよ。総じて高い制圧力と火力を持った相手に選択肢を迫り続けることができるんだ。
他のキャラクターとは違う読み合いを強制され続けるから、苦手意識というか、JP がよくわからないというプレイヤーも少なくないと思うな。ただね、使ってるリリンちゃんが言うのもあれなんだけど、戦うために覚えるべきことや、立てるべき戦術、そして練習すべきコンボの多さが原因で、お手軽な強キャラというわけではないよ。使ってて理解が進めば進むほど、プロゲーマーの JP や、マスターランク帯上位の JP 使いすごいってなるね。JP 使いにしかわからないあれこれがあるってことなのだ。JP 使いでなかったとしても、JP への理解が進めば進むほど凄さがわかると思うよ。ただ、JP を触っておいた方が、実践の難しさはよくわかると思うから、JP に困っている人は、コンボぐらいは練習してみるのをおすすめするよ。相手キャラのリズムを知るのも大事なキャラ対策だからね。でも、実際には設置技、E ハトからのアドリブコンボや、中攻撃の状況確認など、シビアに見ないといけない面もあるから、JP を使って対戦してみて、どんなキャラか感じるのも大事だよ。確かに、対策したいキャラを触ってみるのも大事な攻略になるのだ。ゲーセン時代では難しかったけど、家庭用主体になった今ならではの攻略なのだ。そうそう、規約に触れるんだから触ってほしいな。でも、JP のキャラパワーが高いのは確かで、おそらくこのままだと弱体か待ったなしだから、ぜひ強いうちに触ってみておいてほしいな。とってもたくましいおじさまの強さを、ぜひ体験してね。ちょっとたくましすぎる気がするけど、でもラスボスだし、仕方ないのか。逃げを抑制するキャラスタイルは、私は好きだけどね。確かに、その点はこのキャラクターを好意的に見えるのだ。今回の動画は、JP を使うならまずこれから始めよう、という感じの動画になるよ。使用技の解説も少しするけど、基本的なことはブログに書いたから、時間があったら覗いてみてね。よろしく頼むのだ。じゃあ、クソザコずんだもんのために、必殺技から見ていこうか。お願いします。まず、ストリボーグ、波動拳コマンドで出る打撃技だね。飛び道具属性っぽい見た目だけど、打撃技だよ。立ち回りで使うことはあんまりないけど、コンボパーツとして非常に優秀な必殺技になってるよ。どの技強度でも相手を吹っ飛ばすから、ヒット後に飛び道具で相手にプレッシャーをかけられるよ。弱途中のストリボーグは通常技や特殊技から繋がるから、使いやすいコンボパーツとして優秀だね。今日のストリボーグはドライブラッシュからやカウンターからしか繋がらないけど、相手を大きく吹っ飛ばして追撃も可能なフルコンパーツだよ。使い方はコンボと一緒に覚えてね。宴会が早いから難しいけど、弱ストリボーグはガードされると色々反撃確定だから注意してね。次に、トルバラン、分身を放って相手を引っかく飛び道具だよ。出た、飛び道具なのに10下段あるやつ。JP の特徴的な技の一つだね。波動拳と違い、ボタン強度によって速さが変わるのでなく、技の性能が変わる必殺技だよ。弱が上段の飛び道具、JP の腰あたりから出る技で、攻撃発生が速くてダウン属性がついてる飛び道具。中が中段の飛び道具、JP の上半身から出る技で、相手を上から引っかく飛び道具になってるよ。強が下段の飛び道具、JP の下半身から出る技で、相手の足元を引っかくような飛び道具になってるよ。オーバードライブ版は上段だけど、二段技になってるよ。形成としてもコンボパーツとしてもとっても優秀になってるよ。モーションに慣れていない人は、トルバランだけで分からせられちゃうこともあるんじゃないかな。トルバランが無理すぎてスト6やめました。と言われても僕は納得するぐらいのすげえ飛び道具なのだ。中段と下段の属性を打てるだけでもすごい技なんだけど、他にも特徴を持つ飛び道具なんだ。まず、フェイント動作があって、飛び道具を打つ振りができるよ。基本的に遠くで打つから感じないかもしれないけど、トルバランはモーション自体は長い飛び道具なんだよね。上手いプレイヤーほど相手のモーションを見てるから、フェイントを使って飛ばせるのも必要になってくるよ。あと、最大の特徴として、攻撃判定が出っ放しではないことが挙げられるよ。波動拳のように攻撃判定が出続けるのでなく、相手の位置を捉えたら攻撃を開始するんだ。だから、タイミングが噛み合うと、ドライブラッシュで抜けられたりしちゃうから注意してね。飛び道具を真正面から抜けてくる相手をどうするか、
というのを考えるのも JP 攻略の一つだよ。特徴的だから馴染むのに時間のかかる技だけど、間違いなく令和が生み出した最強の飛び道具。これで相手をいっぱい分からせようね。特徴的とかいう綺麗な言葉でごまかしやがって。クソ技じゃねえか。あっていいのかこんな技。ずんだもん。対策不足オツ。JP 使いはよ。次に、トリグラフ、だね。通称、タケノコ、だよ。まんまなのだ。地面からトゲを出して攻撃する飛び道具だよ。ギルティギアの座頭のインバイトヘルや、KOF のゲーニッツの、そこですか、みたいな技だね。弱、中、強で位置が変わる飛び道具で、発生や全体硬直はボタン強度によっては差はないんだ。トリグラフを使ってる側も素直に強いと感じるほどにとても強力な飛び道具だけど、牽制として使うには相手の行動を予測したりと慣れが必要になるよ。見た目通り打点は高いんだけど、相手のジャンプの頂点には届かないから飛ばれると危ないのは他の飛び道具と変わらないね。相手のジャンプの出始めか着地に合わせられるようになるととても強いね。トリグラフの後は JP が有利なのだ。さすがに令和でもそれは許されてないから、どの距離でもガードしたら JP が不利だよ。でも、トリグラフの特徴として攻撃の持続時間、攻撃判定が出ている時間が長いという特徴があるんだ。トリグラフを置き攻めで使った場合、当たったタイミングで有利不利が変わるんだ。特に条件なくガードさせた場合は JP が不利なのだけども、トリグラフの後半をガードした場合は JP が有利になることがあるよ。その時の状況にもよるから有利フレームには揺らぎがあるけど、持続時間が長いから結構狙いやすいよ。持続時間は持続10フレーム。クソ技。なんだ持続10フレームの飛び道具って。 JP おじさまのタケノコは太くて長くて持続もすごいと覚えておいてね。トリグラフの持続当ては B ハトの設置タイミングを稼いだりと便利だから、ぜひ意識してみてね。年齢を感じさせない攻めの強さも JP おじちゃんの特徴だよ。オーバードライブトリグラフは純粋に性能アップだよ。持続当てでなくても JP が有利だから、ガードさせるだけでとっても強いのを覚えておいてね。次に、アブニマーチ。これはコマ投げ属性の必殺技だよ。分身が相手に近づいていって掴んだ後に爆発する必殺技だよ。飛び道具のコマ投げ、あっていいのかこんなの。遠くの相手を掴む技というのは格闘ゲーム市場でもちらほらあったよ。でも確かに、端から端まで行くのはすごいよね。コマ投げだから相手のガードを予想して使うものだけど、飛び道具が豊富な JP が持っているとなるとまた違った強さになるね。トルバラをパリーで防ごうとする相手に使ったり、近距離で強力に使ったりと要所で混ぜると強い技だよ。リスクを恐れて使わないのはもったいない技ではあるけど、コマ投げである以上はジャンプで避けられてしまうから、過信しちゃダメだよ。相手がガッチガチに固まってたら、体をほぐしてあげる意味でも使ってあげてね。相手の体も心もとっても熱くなるよ。ブチギレてるだけだろそれ。ずんだもん。読み合いだよ。本当に便利な言葉だよな。オーバードライブバーは発生は変わらないけどダメージが上がってるから、ここぞという時に使ってね。次に JP の強さの根幹を支える技、イーハト、だよ。画面上にサイコパワーの空間を設置して、時間が経つとトゲで攻撃する変則的な必殺技になってるよ。派生で出るトゲは発動時に相手の位置をサーチして、そこにめがけて攻撃するよ。少し詳しく説明するね。まず、イーハトを設置するよ。そうするとサイコパワーの空間が画面に出現。だいたい2秒ぐらいその場に出続けるよ。JP 自体は設置モーションが終わったら動けるようになるよ。この空間は JP が被弾しない限りは出続けてくれるから、相手の行動を抑制し続けることができるよ。そして、追加のトゲの攻撃が出る瞬間の相手の位置をサーチして、その場に向けて攻撃するよ。攻撃判定が出るギリギリまで相手をサーチしてるのと、攻撃速度の速さから見てからのパリーは難しいと思う。イーハトは時間差の飛び道具として使うのだけど、立ち回りの補強、置き攻めのセットプレイ、コンボパーツと用途がとっても広いんだ。正直に言うと、用途が広すぎて使いこなすのに一手間も二手間も必要な必殺技になってるよ。
E ハトをうまく使える JP 使いが、誰よりうまい JP 使いと言っても過言ではないと思うよ。そして、E ハトはボタン強度によって設置場所が変わる技だよ。弱 B ハトが自身の手前に設置するよ。用途として防御強化だね。弱 B ハト設置中はうかつに JP に手を出せない。中 B ハトが自身の2キャラ分先ぐらい、だいたい画面の中央ぐらいに設置するよ。攻めと守りの半々の意味合いで設置することが多いよ。強 B ハトが遠くに設置する技になるよ。この位置は攻めに使う位置になるね。相手に動くか動かないかを迫る位置になるよ。弱中ボタンで設置するオーバードライブ B ハトは手前に2個設置するよ。鉄壁の守りの意思を相手に示せるよ。弱強のオーバードライブ B ハトは手前と奥に設置できるよ。自身を守りつつ、相手にもプレッシャーを与えたい欲張り強欲の位置になるね。中強版のオーバードライブ B ハトは奥に2個設置するよ。相手を絶対に分からせる強い意志を示すことができるよ。置き攻めのセットプレイでも使うことが多い技だね。設置位置の違いはあるけど、相手の行動を抑制するという意味で設置するのは共通だね。また、自動発動の他に任意の発動である E ハトチェーニと設置した場所へワープする移動技 E ハト悪のがあるよ。攻撃のタイミングをずらすことができるから、要所で混ぜると相手はすごい嫌だよ。すごい嫌です。自動での派生と任意派生、ワープと使い分けて、相手を疲れさせていいようにできるのが B ハトの特徴だよ。何区までたくさん相手を混乱させて、一抜けしてもらって気持ちよくなろうね。一抜けしたくなる気持ちがわかるぐらい、B ハトを置かれるとマジできつくなるのだ。軟化追撃のダメージが高くない？そうなんだよね。B ハトを警戒する理由の一つに、追撃ダメージの高さがあるよ。E ハトが当たるとふわっとした吹き飛び方になって追撃判定が残っているから状況に応じたコンボを入れられるよ。特に中距離で当たるとすごいね。ドライブラッシュ強攻撃から追撃をかけられるんだ。 SE 3があると5割飛ぶよ。めっちゃ減る。絶対当たっちゃいけない技だったのだ。コンボの紹介の時にも詳しく説明するけど火力の高さも JP の魅力の一つだね。時間差攻撃ということもあって JP も相手も動けるからアドリブで動くのに慣れが必要になるんだ。だから最初は本当に難しいと思う。慣れてきても難しいからね。でも B ハトが当たった時は高ダメージのチャンスだから状況に応じた追撃方法は絶対に模索してね。妥協をしたくないポイントの一つだよ。また B ハトはガードさせるだけでもメリットが大きいよ。自動派生が大きく有利を取れるのは見た目通りで分かりやすいと思うんだけども、任意派生でも大きく有利が取れるようになってるよ。大きな不利を晒してからの設置、派生の技だから強力にしてくれたんだろうね。手間がかかるからか、そう言われるとまあ納得はできるのだ。使う側の JP としても対策する側のキャラとしても対策に時間とやり込みが必要な技だけどもリターンも絶大だからいっぱい使って所感を覚えてね。本当に大事な技だからね。失敗してもいいからたくさん練習してほしいな。最後に皆のストレスを買いまくっている技アムネジアだよ。ベタな諸悪の根源。カプコンが許しても僕はこの技を許さないのだ。強すぎるだろこの技。使ってる JP 使いは本当にこの技が存在していいと思ってるのか？この技がクソ技かクソ技じゃないかと言われればすごいクソ技だよ。使ってる方もたまに低レベルで強いよ。でしょうね。まず技の説明をするね。アムネジアは当て身技になってるよ。相手の攻撃へのカウンターとして使う技だね。当て身が成立するとサイコパワーの塊を相手に張り付かせるんだ。この塊が時間差によって爆発するからアムネジアが発動したら相手の行動は大きく制限されるよ。ノーマル版は爆発が1回、オーバードライブ版は爆発が2回だよ。この動画の解説ではぶっ放しで使われるオーバードライブ版アムネジアの方を基本に解説するね。アムネジア最大の特徴として投げに対しても成立するという特徴があるよ。格闘ゲームの当て見えの歴史をぶっ壊すすごい仕様なのだ。そうだね。しかも投げをオーバードライブアムネジアで取った場合は反撃が確定するから画面端の JP への投げはリスクが大きいのが特徴だね。
中攻撃以下への反撃は確定しないのだけど、大攻撃やドライブインパクトに合わせた場合は反撃が確定になるよ。オーバードライブアムネジアを成立させた場合、投げや隙の大きい攻撃に対しては反撃確定になって、小技に関しては相手の行動が大きく不利になるよう見合いが始まると覚えておいてね。現状はオーバードライブアムネジアがクソ技であるのは間違いないのだけど、JP の強さを支える大切な技の一つでもあるんだ。はっきり言わせてもらうけど、オーバードライブアムネジアを使うと怒られるから使いたくないという環境で対戦している場合は、もう JP を使わない方が丸いよ。ぶっ壊れ技なのは間違いないけど、使わないといけない理由も JP にはあるからね。アムネジアの修正希望には賛成だけど、アムネジアの補正を強くするぐらいにしといてくれないと、ただ一方的に殴られるだけで終わっちゃう可能性があるんだよね。ガン待ちを抑制できるキャラクターがただ弱くなるのは、本当にもったいないと私は思うよ。それはあれなのだ。JP がいるからワイルとかダルシムとか遠距離で強いはずのキャラクターがいなくなってるとかいう話なのだ。私はそう思うんだよね。JP がいろいろな抑止力にもなってくれてるんじゃないかと思ってるよ。でも、そういった周りの事情を抜きにしても、とっても完成度の高いキャラだと思うんだ。格闘ゲームもそこそこ歴史あるけど、その中で JP のような新しい可能性があるキャラクターを生み出した開発はすごいと思うよ。調整を入れるにしても、JP の強さや魅力を残しつつうまいことやってほしいね。確かに、ただ弱くなるだけでは面白くはないのだ。スト6が終わるその日まで、声優の杉田智和さんの素敵な声を聞けると嬉しいな。じゃあごめんね。一旦ここで区切らせてもらうね。JP よじちゃんは説明したいことが多いから、思ったより長くなっちゃった。了解なのだ。後編もよろしく頼むのだ。後編も良ければ見てね。これ